本日はお集めいただきましてありがとうございます。最初に少しだけですね、今回で第7回になりましたので、この報告会のいきさつとか組織とか、それから簡単なハイライトとかですね、それからその後どうなっているかということについてお話しできたらと思います。ここに映っているところはですね、すべて農学部の附属施設でございます。牧場とか水産地系といろんなところがございます。これはですね、農学部長をヘッドにしました農学生命科学研究家の本プロジェクトのコンセプト図でございます。で、私たちはもちろん先ほど学部長がおっしゃいましたように東京大学の大学につながって協力しておりますし、最初からですね、福島県の農業総合センターと非常に強い絆といいますか、共同研究をさせていただきました。農学部としましては、アイソトープ、放射線汚染の影響、それからノンアーライトにしておりますけれども、物質的に変わりたいところ、科学的ですね、その研究開発と2つのグループに分けてですね、中もですね、農学部にはいろいろな専攻とか教育施設がございますが、串出しにした先生方のグループということで、4つほどのグループを作って、福島の事故直後からですね、手弁当で始めさせていただいております。大体ですね、試行中に教員先生が関わっております。で、最初は学生は連れていくなと、どういうことが起きるかわからないということでしたけれども、今は学生さんにいろいろですね、ところでございます。で、実験といいますか、調査研究をしております場所でございますが、私どもは先ほど学部長がおっしゃいましたように、ここが皆さんの方がおられるところですが、西東京市にも工場がございます。それから笠間市に牧場があります。あといろんな演習林を持っております。それから先ほど申し上げましたように、福島県の農業総合センター、郡山市と福島市とも共同研究をしておりますし、あとですね、いろいろな地方自治体、伊達市とかですね、伊達市で稲とか生態系を含む環境動態をしておりますし、あと飯舘村ではイノシシとか水田のこともしております。それから南相馬市、これは豚とかですね、の研究を行っておりますし、あと白河市では羊、それから鮫川村では果実、野菜、じゃがいも、キャベツ等をしております。それ以外にもですね、鳥類とかその野生生物を調べている先生方、それから魚介類を調査されている先生方、だからもちろん福島県の農業総合センター、それから牧場西東京市各演習林での調査研究も行ってきているところでございます。で、これはですね、それではその農学部で今行われているプロジェクトがどういうものかというコンセプト図でございます。で、先ほど申し上げましたように、いろいろな専門の先生方が一緒になりまして、野鳥もそうですし、牛乳、家畜、牧草もそうですし、水、それから稲、水田ですね、畑、それから魚、サイエンスコミュニケーションについても調査研究をしております。キノコ、その他のプロジェクトを進めている最中でございます。で、今まで6回開催してまいりました。で、事故のあった年は2回ですね。11月と1年以内に2月とですね、2回調査を報告会を開催させていただきました。で、最初はですね、最初の年がどこが汚染されてどうかということが分かりませんでしたので、主にどこがどんなふうに汚染されているかということで、稲とか土壌とか、魚とかですね、低濃度汚染、これは西東京市でございますが、あとキノコとか鳥とか、まんべんなくどういう状態で汚染があるかということをご報告させていただきました。で、3回目、4回目になりますと、それではもうちょっと調べて、実験室でですね、稲は汚染されてるけども、実験をするとどういうことがもう少し詳しく分かるかとか、エネルギー作物について考えてみようとか、サイエンスコミュニケーション、それからもう少しこの詳しいデータを求めようということ、調査結果の報告をさせていただきましたが、次のですね、5回目、6回目になりますと、これは昨年の2012年の12月と今年の4月でございますが、毎回ですね、外部の今年の4月は農水省の方と福島大学の方をお呼びしまして、
あと、羊、土壌とかですね、実際に汚染がどんなふうに動いているのか、2年、1年以上経ちましたから、どんなふうに変わってきているかということを報告させていただきました。これらはすべてホームページからご覧になります。動画と一緒に資料もご覧になります。で、それらの結果をですね、今年の4月に英語の本として出させていただきましたが、1章から17章までございますが、これはオープンアクセスといいまして、誰でもタダでですね、どんな人でも内容が全てダウンロードできます。で、ちなみにこれは私の方のアグリカルチャーで農学部のアイコンでございます。映画。1章から17章までございますけども、今日はお話しいただくのは福島県から来ていただいた島野先生以外はですね、実は福島県の研究者であったところをですね、農学部に来ていただいて准教授になっていただいた二瓶先生、それから塩沢先生、土壌物学会の会長さんで塩沢先生、それから九州実験ですねされている小林先生、それから動物は真鍋先生とすみません高橋先生と2人で、もっとおられますけど、本日は高橋先生が真鍋先生と一緒にされてきた結果を発表されます。それから溝口先生がですね、現場にしょっちゅう行かれてどうすれば挑戦ができるかということを精力的にされてらっしゃいますので、私どもの農学部から5人の先生方にお話をいただくということになっております。できましたらこの日本語バージョンをですね、近々出版できるように今用意しているところでございます。それから先ほど学部長もおっしゃいましたように教育が大切だということでまず座学ですね、講義を始めました。これも単位になってまいりました。実習もですね、この単位になりますが、学部生、それから大学院生で実習も始めております。で、これらを通じまして私どもの調査結果を全部まとめてですね、なんとかいい教材ができないかということもこれから始めていこうということで少しずつ進めているところでございます。それでですね、全て講義の例ですけれども、ホームページにアグリコ本といいまして、農学部全体を串刺しにしたような授業がありますが、その中に放射線の影響のそのグループを作らせていただきまして、これも全部ホームページで見れますけれども、7月の29日でちょうど15回が終わったところですが、 PDF で全部見れます。今まで発表されてきた先生がですね、どういう結果があるか、最新のデータをもとに発表されして講義をしてくださったデータでございます。で、実習の例ですけれども、本日この後話してくださる高橋先生と真鍋先生、小林先生とか、いろんな方が実習してください。あと現地の実習、それからこれから行うことですけど、森林環境における放射線影響をみんなですね、学生を連れて行って現地を見ていただこうと、それから座学をしていただこうということを始めております。で、学部の学生ですね、駒場計4の学生さんにもいろいろ来ていろいろ学びませんかと呼びかけている最中でございます。こんなパンフレットを作ったりしております。それでこの2枚だけでですね、今までのハイライト、2年間でどういうことが分かったかっていうのを本当に簡単にご説明しますと、土壌、作物、樹木と無機物といいますかものにですね、ペタッとくっついたわけですね。で、これは放射線の図です。で、土壌もですね、ポツポツポツと放射線があると。で、作物もですね、3月時点で開いてた葉っぱだけにポツポツポツとあって、後から生えてきた葉っぱはあまりないと。これ麦でございますが、樹木もですね、葉っぱにポツポツとあるけれども、これはですね、時間が経ってもほとんど動かないということです。これからと話される塩沢先生が取られたデータですが、半年後もですね、これは、縦軸が深さです。地表からですね、地表に放射能がとどまっているんですが、もうほとんど雨がいくら降ってもどんどん下に下がっていかないと。で、作物もくっついた葉っぱから他の葉っぱにはほとんどいかない。ここですけども、もうあまりいかないと。最初の年ですからゼロではないわけですが、樹木もですね、ちょっと見づらくて申し訳ないんですが、これは茎でございます。で、事故時点でここまで生えてたので黒っぽいですね。事故の後生えてきた緑色の茎ですけど、ここにはこちらが放射能の図ですけど、放射能全くない。全くではないです。ほとんどないと。で、樹木も半分に切るとほとんどがそこまでついてる見えるとかですね、濃度が高いんですけども、こんなことが分かってきまして、
とにかく降ってきた放射能の特徴はスポット上で表面につくと、時間とともにほとんど動かない。でこれはですね、私たちが今まで汚染っていう概念はじわじわっとこう広がってきて、私たちが知らないうちに食べてしまうと、重金属とかカドミウム、特に大体病なんかそうなんですけど動かないんですね。ですから最初は分からなかったことも多いんですけども、対処法がいろいろあるだろうということでございます。生き物はですね、鳥の羽も非常に汚れてました。でも2年目はもう生え変わってきれいでした。で魚は筋肉にあるとかですね、動物はこれ牛ですけど、真鍋先生が行った実験で2週間、これ横軸が時間で縦軸が放射能ですけど、ミルクの中にですね、汚染されたものを食べさせるとスッと出てくるんですけども、2週間後に普通の食事に戻したらミルクの中の放射性セシウムがなくなると、ほとんどなくなるということは最初は分からなかったんですけども、もう少しですね、動物も本当は殺さずにですね、どっかに隔離して普通の食べ物食べたらきれいになったかもしれないということで、これは後付けですけど、生き物は代謝があるので30年の半減期と言われるセシウムももっと早くなくなっていくではないかと予想されます。人間の場合も予想されます。でこれからも継続的に調査研究と教育ですねを続けていこうと思っておりますので、ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。